はい。それでは本日の労務相談 Q&A です。本日は雇用契約書についてですかね。はい。で、質問事項ですけれども、非常勤のスタッフは、一律1年更新で雇用契約書を取り交わしていると。で、この度、契約更新日から2ヶ月後に退職するスタッフが、そのあらかじめ送付してあった、更新後の1年間の雇用契約書について、更新日から退職日まで、残り勤務しないので、雇用契約書の記載は不要ですよねという問い合わせがあった。どのように回答すればよいかということです。なんか、一見これだけ見るとどういう状況なんだろうって思うんですけれども、非常勤のスタッフで、おそらくそこまで定期で、勤務しているわけではない。で、シフト制だけど、その月によって多かったり少なかったり、例えば勤務がないような月もあるような感じなのかなというふうに想像しました。で、その方が、契約更新日から2ヶ月後に、退職するということで、こちらの回答にある通り、当然雇用関係があるのであれば、その期間の雇用契約書は必要になります、退職日まで。で、雇用契約書なぜ必要かっていうと、もちろん雇用関係があるよっていう状況、証拠にもなりますし、それからもちろん労働条件であったり、給与、あったり有給だったりっていうことを、きちっと結んでおかなければいけないと。で、今回のようなケース、じゃあどう対応するか、どう回答するかなんですけども、3つ選択肢があると思っておりまして、で、1つ目は、もう送ってある1年更新の契約書をとりあえず、サインしてもらって、で、その後でご本人様から、2ヶ月後の、退職、自己都合の退職届を出してもらう。で、自己都合の退職ということで、手続きを進めていく。で、2つ目としては、この1年契約の契約書を、締結してももう2ヶ月で辞めてしまっても意味がないので、2ヶ月分の有期雇用契約の契約書に、差し替えをして、それで、もうその契約書には契約更新しませんよということで、2ヶ月後に契約期間満了で退職していただく。で、最後3つ目は、そもそも契約更新する必要があるのか。全く働かなくって、例えばもう社会保険も入っていないような方であれば、その2ヶ月分働かない期間の、雇用契約をなぜ結ぶ必要があるのかっていうことですので、もしかしたらもうそこは契約更新しないで、そこで期間満了で終了。それもシンプルでいいかもしれません。これは、その、状況によってですけれども、今言った3つの選択肢のように、期間満了なのか、それとも自己都合退職なのか、で、雇用契約はいつまであったのか、そういうところをしっかり、結んでおかないと、後々、その雇用契約があった、なかったっていう、シンプルなトラブルにもなる可能性もありますし、あとは、雇用保険ですね。例えば雇用保険に入られてた方なんかは、その離職表を作るときに、そこがはっきりしていないと離職表が作れないですね。で、ちょっと離職表、皆さん内容ご覧になって分かっていらっしゃると思うんですけれども、右側の離職理由ですね。ここで、期間満了なのか、労働者の判断によるものなのか、まずここがどっちにつけるのかという判断が必要ですし、さらに期間満了の場合はですね、この期間満了の中で、労働契約期間満了による離職ということで、労働者派遣事業に派遣されている派遣労働者とそれ以外で分かれるんですけれども、それ以外の場合でも、1回の契約期間だったり、通算契約期間で、契約更新が何回あったか、で、更新をすることの確約とかしない確約があったのかどうか。
で、契約締結後に、雇い出の通知があったかなかったか。あと、労働者から、その契約更新について希望する旨があったか、希望しない旨の申し出があったか。このあたりを正確に、書かないと、ちゃんと決めておかないと、この離職票が記載できないということになります。で、この離職票が記載できないとどうなるかというと、正しく失業給付が支給されない。この内容によって、例えば、支給期間だったりとか、あと早めにもらえる、もらえないなんかっていうことも関係してきますので、ここ、有期契約者の退職っていうのは非常に慎重にやっていただく必要があります。で、最後に、この内容を見てちょっと気になるのが、一律に契約更新してますと。で、1年分の雇用契約書を多分社員の人、該当の非常勤の方にパッと送って、で、反抗して返してください。みたいな、感じだと。で、そういう場合は、例えば雇い止めをするとなったときに、これまで、契約更新する場合があるという契約書で契約更新していたとしても、何も本人に面接もせず、面談もせず、自動的に契約更新してましたよねということで、無期雇用みたいな扱いになって、雇い止め期間満了ではなくて、解雇、会社都合みたいな流れになる可能性もあります。ですので、こういう契約、非常勤の契約更新、人数が多かったら大変だと思うんですけれども、必ず、上長の方が面談をして、今回契約更新します。で、次回の契約更新については、こういう要件で、契約更新する場合があります。しない場合もありますということをしっかりとご本人に伝えた上で、契約更新をしていただく必要があると思います。この点もご注意ください。本日は以上です。